Konnichiwa, Daniel des. Hoje no Ongakujin teremos o percussionista Keijiro Nagaoka. Keijiro interpreta a música A Ginga do Mané, de Jacó do Bandolim. Quer saber mais? Acesse os links aqui na descrição. Então, com você, Keijiro Nagaoka. Tanoshin Kudasai. Oi pessoal, sou Keijiro Nagaoka, tudo bem? 皆さんこんにちは、長岡慶次郎です。日本で、パンデイロの演奏をしております。僕音楽始めたのは結構早くて、中学1年生からもドラムを習ってました。僕の父親が昔ミュージシャンだったんですよ。それでいわゆる管楽器ですよね、サックスとか、クラリネットとかそういうのを、そのうちの父親は昭和一桁生まれなんですけど、その頃の人たちはすごいジャズ、一生懸命みんなジャズをやってて、で父親はその英語がすごい堪能だったので、日本のいわゆる進駐軍ですよね、進駐軍のバンドに入ってサックス吹いてたという。僕はあんまりよく知らなかったんですけど、それで家に楽器がもうゴロゴロ転がってまして、もう管楽器からピアノからギターから、ドラムも当然あって、で小学校6年生の時にお前なんか楽器やれといきなり言われまして、でたまたまその時に、ちょっとコンサートに父親に連れてかれて、それが、ジャズのバディ・リッチってすごい有名なドラマー、それのコンサートに連れて行かれて、すごい感激したんですよね。やっぱりドラムが素晴らしかったんで。で、もう何も言わずに打楽器がいいという感じで打楽器を始めてしまいました。後になってからなんでお前ピアノやんなかったんだとかね、結構言われましたけどね、ドラムは一人じゃ何もできないじゃないかって随分言われたんですけど、でもそのままずっと、打楽器を始めて、で、中学校になってドラムを習いに行き始めて、でその時にたまたま僕の家の2軒隣に、ブラジル人の家族が住んでたんです。でちょうど同い年の子がそこにいて、で僕が家でドラムの練習をしていたら、その子が遊びに来て、なんか僕にドラムを教えてくれないって遊びに来たんですよ。でその時に彼はパンデーロを持って、これを教えてあげるからってパンデーロを持って現れたんですよね。その時初めて、パンデイロという楽器を見ました。だから中学1年生13歳ぐらいの時です。今から何年前 ?40 年前の話です。その頃はまだ全然日本ではブラジル音楽とかほとんど誰もやってないわけじゃなかったですけど、あんまり知られてなくて、普通はジャズの人たちが途中でボサノバやるとかそのぐらいしか知られてなくて、当然サンバとかもみんなできる人ほとんどいなかった時代、その時代にパンデーロ触ってみるって言って触らせてくれたんですよね。でそれですごいびっくりしまして、でそれから並行してパーカッションをいろいろいじるようになって、ドラムとパーカッションを一緒に並行して練習してたっていう、そういう感じです。でただその頃はまだ全然ブラジル音楽って言われても全然わからなくて、父親が家で一日中ボサノバのレコードをずっとかけてね、アントニオ・カルロス・ジョビンとかその辺のレコードをひたすらかけていたので、なんか聴きやすい音楽だなとは思ってましたけど、それがブラジルなんだっていうのは全然知らなかったです。でもだんだん、中学から高校になりと変わっていく過程でいろんな音楽を自分で聴くようになって、その時にこれすごいブラジルの音楽なんだっていうふうに改めて、思いまして、でそれからドラムでもそういうのやりたいなってなって、一生懸命それを練習してたっていうのがちっちゃい頃の思い出ですかね。そんな感じです。でそれから何年も経って、高校生になり大学生になりってなって、その間もいろんなものやりました。当然ジャズもやったし、ロックもやってたし、それ
からフュージョンね、その頃フュージョンとか流行ってたんで、フュージョンとかも、やってました。で学園祭とかに出てもうしょっちゅうドラム叩いてましたね。でちょうどその後ぐらいから日本中にいわゆるシュラスカリア、ブラジルのバーベキュー料理屋さんですよね。シュラスカリアがどんどんでき始めるんです。でその頃にそのシュラスカリアでは生演奏が結構入ってることが多くなってきて、でちょうど20何年前ですか、28年ぐらい前に、渋谷にバッカーナってお店ができまして、そのバッカーナの、レストランで演奏してたのがニルゼ・カルバーリョ、ね、今カバキリの今ブラジルですごい有名ですけどニルゼがいて、あと今日本に住んでますけど、ホブソン・アマラ、ね、彼もいて、でそのホブソンとものすごい仲良しになって、それからこんなのもあるよあんなのもあるよっていろんな音源聞かせてくれて、でそれで随分勉強しましたね。でその頃まだそんなにすごいパンデロって感じでもなかったんですけど、たまたまショーロもあるよみたいな話になって、ショーロでエポカジオーロの、ビブラソンエスっていうアルバムがあるんですけど、それを聞いた時になんかパンデーロの音、自分の知ってるパンデーロの音とだいぶ違う音が聞こえていて、僕のちっちゃい頃聞いた、ね、友達がやってたパンデーロっていうのはプラスチックヘッドでスポポンスポポンって甲高い音を出すパンデーロの音で、みんなそれが普通にパンデーロだと思ってたんですけど、そのエポカジオーロの演奏を聞いた時に全く違う音が聞こえてきたんです。パンデーロっていうよりも要するに刻みが入っていて、低い音が入っていて、あとアクセントも入っていてって、そうするといっぺんに5人分ぐらいの音が聞こえてて、でもレコードのクレジットにはジョルジ・ジョゼ・ダ・シルバパンデーロ、それしか書いてなかったんですよね。なんか打楽器が5、6人分聞こえるのに1個の音しか聞こえない。それが本格的にパンデーロをちゃんとやろうかなと思った、きっかけでもあります。でこれはもう実際に見るしかないなと。日本でそういうパンデーロちゃんと教えてくれる人誰もいなかったので、もうこれブラジル行くしかないでしょっていう感じで、それでブラジルに行って、でいろいろ見せていただいて、でジョルジーニョにも見せていただいて、で今があると、そういう感じですね。はい。細かく言うと本当にいろんなことがありすぎてもうキリがないんですけど、そんな感じです。それでそうですね、それからやっぱり自分としてはドラムと並行してブラジルのパーカッションもやってましたけど、実は30歳ぐらいの時にちょっと病気になりまして、首の後ろの骨、そこにちょっと腫瘍ができて、でそこの手術をしなきゃならなくなって、で2ヶ月間寝たきりっていう、そういう状況になったんですよ。でその間にもう全然ドラムも叩けないし、でずっと寝たきりだったんで体もすごい弱ってしまって、もう歩くのもあんまならないみたいな感じだったんです。でただたまたまドラムね、もう13歳からやってたから、他の人たちよりは足の筋力とかもね割と回復が早かったんですけど、でもやっぱり昔みたいにはちょっとドラムがうまく叩けなくなっちゃって、でその時にもう足がダメだから、じゃあ手でできるものっていうんで、やっぱりパンデーロをちゃんとやりたいなっていう感じになって、それをだいぶ一生懸命やったんです。でその同じパンデーロをやるにしてもいろんなジャンルありますけど、そのショーロ、ね、リオデジャネイロで一番リオデジャネイロで生まれたショーロが一番そのパンデーロの技術をフルに使えるジャンルかなって僕は思うんですよ。なのでそれからすごいショーロ一生懸命研究して、ショーロのパンデーロの叩き方っていうのを随分勉強して、未だに、研究してるっていう、そういう感じになります。